おはようございます。昨日、9月24日の米国株式市場は、主要指数が揃って続落しました。この日の市場の最大のテーマは、良い経済ニュースは、株式市場にとっては悪いニュースという展開となりました。予想を大幅に上回る好調な新築住宅販売件数が発表されたことを受け、米経済の底堅さが示された一方、これが FRB による金融引き締めの長期化につながるとの懸念が広がり、長期金利が上昇。株式市場の重しとなりました。セクター別ではエネルギーが上昇したものの、ハイテクやコミュニケーションサービスなど多くのセクターが下落。テスラがひときわ株価を上昇させる中、生産警告を発表したフリーポートマクモランなど、株価を大きく下げる企業もあり、個別の材料で大きく明暗が分かれる一日となりました。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。昨日の米国株式市場は主要指数が揃って続落しました。ダウ平均は前日比マイナス 0.37% で、終値は46,121。S&P500 は前日比マイナス 0.34% で、終値は6,634でした。ナスダック総合指数は前日比マイナス 0.34% で、終値は 22,498 で、半導体関連株のソックス指数も前日比マイナス 0.18% で、終値は 6,297 と下落しました。また、ラッセル2000は前日比マイナス 0.92% と主要指数の中で最も大きな下げ幅を記録。市場では予想を大幅に上回る好調な経済指標が発表されたことから、FRB による金融引き締めが長期化するとの懸念が広がり、相場の重しとなりました。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは、前日比プラス 0.95% の 3.604% に上昇。同様に、10年ものの国債利回りも、前日比プラス 0.68% の 4.148% へと上昇しました。昨日は強い経済指標の発表を受けて、市場では FRB が利下げを急がないとの観測が強まり、債券が売られ利回りが上昇する展開となりました。次に為替について見ていきます。米国の金利上昇を受けて、為替市場ではドルが主要通貨に対して上昇しました。ドル円は前日比プラス 0.83% の1ドル148円87銭まで円安ドル高が進行しました。一方で、金は金利上昇とドル高という二重の逆風を受け、前日比マイナス 1.38% の1オンス3763ドルと大幅に下落しました。また WTI 原油価格は力強い経済指標が将来のエネルギー需要の増加を示唆するとの見方から、前日比プラス 2.21% の1バレル 64.81 ドルと続伸しました。ビットコイン価格は前日比プラス 1.29% の上昇となり、11万3000ドルを超えて推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、ビックス指数は前日比マイナス 1.98% の 16.31 と低下しました。株価は下落したものの、指数が低下したことは、比較的に市場が落ち着いている状態であることを示しています。また、フィアー&グリードインデックスは57となり、強欲の領域に位置しています。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。まず、住宅市場の資金調達環境を示す MBA 住宅ローン申請関連の指標ですが、30年固定住宅ローン金利が 6.34% へとわずかに低下する中、住宅ローン申請件数指数は前週比でプラス 0.6% の増加にとどまりました。これは、その前週に記録された 29.7% という記録的な急増からの大幅な減速を意味します。前週の急増は、労働市場の減速を受けて長期金利が急低下したことに伴う一時的な減少で、主に借り換え申請が殺到した結果でした。今週の伸び率が大幅に鈍化したことは、その機会を捉えようとした需要が一巡し、市場がより落ち着いた状態へ正常化しつつあることを示唆しています。この動きは、米国の住宅需要が自律的な力強さを欠き、
金利の急激な低下に対して非常に弾力的に反応する好機を待つ需要であることを物語っています。次に、住宅市場の重要な先行指標であり、建設業者の将来への信頼感を反映する8月の建築許可件数ですが、133万件と市場予想を上回ったものの、5ヶ月連続で前月比マイナスとなり、パンデミック直後の2020年5月以来の低水準に落ち込みました。この建設業者の意欲減退の背景には、売れ残った新築住宅在庫の増加があると指摘されています。一部のエコノミストは、この建築許可件数の継続的な減少を、景気後退リスクを高める重要な先行指標と位置づけて警鐘を鳴らしており、この弱い指標を受けて、為替市場ではドルが売られる反応を見せました。その一方で、同日に発表された8月の新築住宅販売戸数は、建築許可件数とは全く対照的に、年率換算で80万戸と市場予想を大幅に上回り、前月比プラス 20.5% という驚異的な伸びを記録しました。しかし、この力強い数字の裏には深刻な矛盾が隠されています。アナリストによれば、この販売増は、建設業者が抱える過剰な在庫を解消するために、住宅ローン金利の買い下げや大幅な価格引き下げといった積極的なインセンティブ策を講じた結果です。つまり、この数字は健全で有機的な需要の強さを示すものではなく、供給側が利益率を犠牲にして在庫を押し出した結果、人為的に作り出されたものなのです。この販売と許可の深刻な乖離は、インセンティブ策が尽きた後に住宅建設活動そのものが急激に縮小するリスクが待ち受けている可能性を示しており、数四半期先の米国経済にとっての懸念材料となります。また、財務省が実施した5年ものの国債の入札は、最高落札利回りは 3.71% と安定していましたが、全体の需要の強弱を示す応札倍率は平均をわずかに下回り、やや低調でした。その一方で、海外の中央銀行や大手機関投資家を示す、間接入札者の応札割合が 78.4% と過去最高の水準に達しました。これは、基軸通貨であるドル資産としての魅力から、海外投資家の米国債に対する需要が極めて旺盛であることを示しています。対照的に、国内投資家の需要は低調であり、今後の大量発行による需給悪化などを懸念し、より慎重な姿勢を示している可能性が伺えます。そして、FRB の交換発言ですが、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁から重要なハト派的シグナルが発せられました。2024年の FOMC で投票権を持つデイリー総裁は、これまでのタカ派的な姿勢から一転し、明確にハト派的な見解を示しました。同総裁は、米国の労働市場が軟化していることを示す証拠が次々と出ている、と述べ、雇用の悪化に対する懸念を表明。さらに、今後のすべての会合は政策調整、すなわち利下げを検討する会合になると明言しました。この発言は、FRB の政策判断の軸足が、インフレ抑制一辺倒から、雇用の最大化というもう一つの責務とのバランスを取る方向へと公にピボットし始めたことを強く示唆するものです。では、その他市場で注目されたニュースについて見ていきます。まず、以前にも報道されていたサブプライム自動車ローン市場でのリスクが懸念されています。主に信用力の低い個人向けにローンを提供していたトライカラーホールディングスが、連邦破産法第7条に基づき会社清算を申請しました。この突然の破綻により、同社の資産担保証券、ABS をホールドする投資家への利払いが一度行われた後に取り消されるという異例の事態が発生しています。担保が複数の貸し手に二重で提供されていた不正の疑いも浮上しており、検察当局が調査に乗り出しています。この問題は、サブプライム層向けの金融市場の脆弱性を露呈するものであり、今後、関連する金融機関や市場全体へ影響が広がるか注視が必要です。また、エネルギー業界からは、米国の増産政策とは裏腹に、現場の厳しい実情を伝える声が上がっています。一部のシェール企業の経営者らは、現在の事業環境を壊れていると表現しており、投資家への利益還元と生産拡大との間で板挟みになっている苦しい状況を嘆いています。トランプ政権がさらなる増産を求める中、
シェール業界がその期待に応えられる体力があるのか、今後のエネルギー価格や供給の安定性に影響を与える可能性のある重要な問題です。その他、市場では AI 技術がもたらす長期的な影響についての分析も注目されています。モルガン・スタンレーは、AI の活用が米国の主要な小売企業のコスト構造を劇的に変える可能性があるとのレポートを発表しました。具体的には、在庫計画やサプライチェーンの自動化、顧客サービスの効率化などによって、2026年までに最大で60億ドルのコスト削減が実現し、業界の利益率を押し上げる可能性があると指摘しています。特に、ギャップやメイシーズといった企業がその恩恵を最も受ける可能性があるとされています。また、アークインベストメントマネジメントのキャシー・ウッド氏は、AI の進展が事業運営の効率化に寄与しているとの見方を示しています。同氏は、AI による生産性向上を背景に、今後は新規採用を抑制し、より少ない人員での事業運営が可能になると述べています。一方で、この AI ブームは、エネルギー市場にも大きな構造変化をもたらす可能性が指摘されています。AI データセンターは膨大な電力を消費するため、老朽化した米国の電力網ではその需要を賄いきれないとの懸念が浮上しています。この解決策として、データセンターが独自の発電設備を持つオフグリッド化が進むと見られており、その主要なエネルギー源として天然ガスが注目されています。この長期的な需要増への期待から、天然ガス生産会社の EQT などの株価は堅調に推移しており、AI がテクノロジー業界だけでなく、エネルギー業界の勢力図をも塗り替える可能性を示唆しています。その他のニュースとして、暗号資産市場では、世界最大のステーブルコインを運営するテザー社が、最大200億ドルの資金調達に向けて交渉中であると報じられました。この資金調達ラウンドでは、同社の評価額が5000億ドルと、マグニフィセントセブンにも匹敵する極めて高い水準に設定されている模様です。報道によれば、商務長官がかつて率いていたカンター・フィッツジェラルドが主要投資家へのアドバイスを行っており、トランプ政権の暗号資産に対する前向きな姿勢を背景に、業界での大型の資金調達や新規株式公開が活発化していることを象徴しています。では、昨日に決算を発表した企業について見ていきます。まず、ユニフォームレンタル大手で時価総額810億ドルを誇るシンタスは、第一四半期決算で売上高27億2000万ドル、1株当たりの利益 1.2 ドルと、いずれも市場予想を上回る堅調な内容を発表しました。この背景には、主力のユニフォームレンタル、及び施設サービス部門の力強い成長があります。CEO のトッド・シュナイダー氏は、規律ある実行、技術と人材への継続的な投資が力強い増収と利益率の拡大につながったと述べています。この好調な結果を受け、同社は2026年度通期のガイダンスを上方修正するという強気の姿勢も見せています。しかし、株価は決算発表日に前日比マイナス 0.27% と小幅に下落しましたが、その後の時間外取引では、プラス 0.03% 上昇しました。市場は、この堅実な業績と強気の見通しを評価しつつも、すでに高い期待値が株価に織り込まれていたため、発表直後の反応は限定的でした。また、接着剤メーカーである HB フラーの第3四半期決算は、1株当たりの利益が 1.26 ドルと市場予想をわずかに上回ったものの、売上高は8億9200万ドルと市場予想に届きませんでした。市場は、利益が予想を上回ったことよりも、トップラインである売上高が未達であったことを重く見たようです。企業の成長性に対する投資家の懸念が株価の重しとなり、決算発表日の取引でマイナス 0.59% 下落した後、時間外取引ではさらにマイナス 1.64% 下落しました。続いて、公共エネルギーセクターですが、ウランの採掘探査を手掛けるウラニウムエナジーの2025年度通期決算は、売上高、1株当たりの利益ともに市場予想を下回る結果となりました。CEO のアミール・アドナニ氏が画期的な年だったと語るように、同社は単なる開発企業から生産企業へと大きく舵を切る転換期にあります。特にワイオミング州の拠点で初期生産を開始したことは大きな前進となっています。
今回の収益は、年度上半期に戦略的にウランを売却したもので、下半期はあえて販売を控え、将来の価格上昇を見越して在庫を積みますという戦略をとっているとのことです。株価は決算発表日にマイナス 1.23% 下落し、さらに時間外取引でもマイナス 0.29% 下落しています。なお、市場は目先の赤字よりも生産企業への変貌という長期的な成長ストーリーと3億ドルを超える潤沢な手元資金、そして無借金経営という強固な財務基盤を評価しているようです。また、住宅建設会社 KB ホームの第3四半期決算は、売上高、1株当たりの利益ともに市場予想を上回りました。しかし、決算発表日の株価はマイナス 0.05% とほぼ横ばいで引け、その後の時間外取引でプラス 0.05% 上昇するなど、方向感に欠ける動きとなりました。この背景には、高い住宅ローン金利という逆風があります。予想を上回る業績は安心材料となったものの、前年同期比では減収減益となっており、厳しい事業環境が続いていることを浮き彫りにしました。市場は、同社の受注生産モデルの競争優位性を認識しつつも、今後の金利動向が業績を大きく左右すると見ており、本格的な買いには慎重な姿勢を崩していません。今回の決算は、逆風下での底堅さを示した一方で、市場の懸念を完全に払拭するには至らなかった、というのが市場の評価と言えます。最後に、RV、いわゆるキャンピングカー製造大手のソーアインダストリーズの第4四半期決算は、市場に大きな驚きをもたらしました。売上高は25億2000万ドルと市場予想を上回りましたが、それ以上に注目すべきは1株当たりの利益です。市場予想 1.25 ドルに対し、結果は 2.36 ドルと、実に2倍近い数値を叩き出しました。このポジティブサプライズが最大の推進力となり、株価は前日比プラス 6.1% と大幅に上昇しました。この力強い収益性の背景には、北米での販売増に加え、価格戦略やコスト管理が奏功し、利益率が改善したことがあります。CEO のボブ・マーティン氏は、不安定なマクロ経済環境下での成果を強調しており、厳しい市場を乗り切る経営手腕が光っています。では、注目企業の動きについて見ていきます。まず、一昨日に決算発表を行った企業のその後の株価の動きを見てみます。火曜日の引け後に市場予想を上回る高決算と強気な見通しを発表した半導体大手のマイクロンテクノロジーですが、昨日の市場ではその好材料が素直に評価されず、株価は前日比マイナス 2.82% の下落となりました。これは、同社の株価が年初からすでに 90% 以上も上昇しており、高い期待がすでに織り込まれていたことによる利益確定の売りが出たものとみられます。昨日の市場は、これまで好調だった銘柄と、新たな材料で買われた銘柄とで、色の濃淡がはっきり分かれました。まず目立つのが、情報テクノロジーセクターが広く売られたことです。AI ブームを牽引してきた NVIDIA や Apple、Google などが難聴だったほか、特にソフトウェア関連のシノプシスやクラウドストライクは 5% を超える大幅な下落となりました。これは、年初からの上昇を受けて利益確定売りが出やすかったことを示しています。一方で、テスラが大きく上昇しています。これは、みずほ証券が目標株価を450ドルに引き上げたことや、先日報道されていた CEO のイーロン・マスク氏による10億ドル規模の自社株買いが引き続き交換されたことなどから、プラス 3.98% と大幅に上昇したものです。また地政学リスクの高まりから原油価格が上昇し、エネルギーセクターは軒並み堅調でした。このように、市場全体としては利益確定ムードが漂う中、個別のテーマで物色される銘柄が際立った一日と言えます。それでは、個別銘柄を見ていきます。メタプラットフォームズは、インスタグラムの月間アクティブユーザー数が30億人に達したとの発表を受け、プラス 0.7% となりました。アルファベットはマイナス 1.8% と下落しましたが、傘下の自動運転開発企業ウェイモが、企業の従業員送迎やイベント向けの新たな法人サービス、ウェイモエンタープライズを開始したと発表しました。
これは自動運転技術の商業化に向けた新たな一歩であり、将来の収益源としての期待を高める動きです。一方で、Apple はマイナス 0.83%、Amazon はマイナス 0.23%、Nvidia はマイナス 0.82% と、多くが難聴な展開でした。その他、特に株価が大きな動きを見せた企業を見ていきます。半導体のマーベルテクノロジーが50億ドル規模の新たな自社株買い計画を発表したことで、株価がプラス 7.33% 上昇しました。インテルも政府による出資決定がその後の NVIDIA からの投資を呼び込んだとの財務長官の発言を受けて、プラス 6.41% と買われました。一方で、半導体設計のシノプシスは、決算発表時の懸念が大引きマイナス 4.54%、ゲーム開発のエレクトロニックアーツはマイナス 3.86% と、それぞれ大きく下落しました。資源セクターでは、リチウムアメリカズの株価が、トランプ政権が同社の株式を最大 10% 取得する可能性があるとの報道を受け、前日比プラス 95.77% という記録的な急騰を見せました。これは EV やバッテリーに不可欠な重要鉱物のサプライチェーンを国内で確保しようとする政府の強い意志の表れと市場は受け止めています。このニュースは同業のアルベマール、プラス 2.7% など他のリチウム関連株にも買いを誘いました。その一方で、工業大手のフリーポートマクモランは、インドネシアの鉱山で発生した事故による生産遅延と販売見通しの下方修正を発表し、株価はマイナス 16.2% と暴落しました。公益事業セクターでは、エクセルエナジーが2021年のコロラド州での山火事に関する訴訟で和解に合意したと発表し、法的な不確実性が後退したことから、株価がプラス 6.7% と大きく上昇しました。また、これまで好調だった原子力関連セクターは軒並み下落しました。ニュースケールパワーがマイナス 4.8%、オクロがマイナス 8.12%、セントラスエナジーがマイナス 8.42% と、セクター全体で売りが広がりました。これは、セクター特有の材料というよりは、金利上昇局面で将来の収益性が問われやすいグロース株から資金が流出した動きの一環とみられます。航空宇宙防衛セクターも難聴で、欧州の防衛株が上昇したのとは対照的に、米国のクラトスディフェンスはマイナス 3.24% と下落しました。暗号資産市場の盛り上がりを背景に、ビットコイン関連株も大きく上昇しました。ビットコイン採掘企業のライオットプラットフォームズはプラス 5.27%、暗号資産金融サービスのギャラクシーデジタルホールディングスは、自社株をソラナブロックチェーン上でトークン化する取り組みが評価され、プラス 3.47% と、それぞれ力強い動きを見せました。自動車セクターでは、テスラの上昇に加え、ゼネラルモーターズもシティグループによる目標株価引き上げを材料に、プラス 2.27% と堅調でした。その他、好調な新築住宅販売件数を受けて、住宅建設セクターが活況を呈しました。レナーがプラス 1.98% 上昇したほか、パルテグループや DR ホートンも堅調な動きを見せ、業界全体が買いを集めました。また、農業関連セクターも堅調で、肥料大手のモザイクカンパニーがプラス 5.79%、CF インダストリーズホールディングスがプラス 5.17% と、それぞれ大幅に上昇しました。ヘルスケアセクター内では、銘柄によって明暗が分かれました。医療保険のセンティーンがプラス 5.86%、モリーナヘルスケアがプラス 4.47% と買われた一方で、同業のシグナはマイナス 2.78%、製薬大手のアムジェンはマイナス 2.88% と売られました。中国のテクノロジー関連株は、アリババが AI 投資の拡大計画を発表したことが起爆剤となり、軒並み上昇しました。アリババ自身がプラス 8.21% と急騰したほか、検索大手のバイドゥや e コマースのピンリョーリョーホールディングスも買いを集め、中国のハイテク株に対する投資家心理が大きく改善しました。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日の市場では、セクターごとに明暗がはっきりと分かれました。
最も上昇したのはエネルギーで、プラス 1.27% となりました。これは、好調な経済指標が将来のエネルギー需要を高めるとの見方や、地政学的リスクを背景とした原油価格の上昇が支援材料となったものです。次いで、一般消費財がプラス 0.79%、公共事業がプラス 0.43% と続きました。一方で、最も下落したのはコミュニケーションサービスで、マイナス 0.98% でした。素材もマイナス 0.89% と大きく売られました。また、情報テクノロジーはマイナス 0.7%、金融はマイナス 0.4% と、主要セクターの多くが下落しました。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。フェドウォッチツールによると、次回10月の FOMC で1回の利下げが実施される確率は 94.1% と、市場のコンセンサスとなっています。さらに年末12月の FOMC 時点では、2回目の利下げが実施されるとの見方が 75.2% の確率で織り込まれています。年が明けた2026年3月の会合時点で、合計4回の利下げが行われるとの見方が最も有力なシナリオとなっており、市場が継続的な金融緩和が進むことを見込んでいることがわかります。では、今週の残りに発表される主な経済指標の予定について見ていきます。木曜日には、第2四半期の GDP 確定値が発表されるほか、8月の耐久財受注や週間の失業保険申請件数も明らかになります。この日は FRB 高官の発言も多く予定されています。そして金曜日には、FRB がインフレ指標として最も重視する8月の PCE 個人消費支出物価指数が発表され、同時に個人所得と個人支出のデータも公表されるほか、ミシガン大学消費者信頼感指数の確定値も発表される予定です。次に、米国株式市場以外のマーケットの動きについて見ていきます。まず欧州市場ですが、主要指数はまちまちな結果となりました。ストックス欧州600指数は 0.2% 安と小幅に下落しましたが、国別に見ると、イギリスの FTSE がプラス 0.29%、ドイツの DAX がプラス 0.23% と上昇した一方で、フランスのCAC 40はマイナス 0.57% と下落しました。マクロ経済の面では、ドイツの IFO 経済研究所が発表した9月の企業景況感指数が市場予想に反して5ヶ月ぶりに悪化しました。これは最近発表された好調な PMI とは対照的な結果であり、欧州最大の経済大国であるドイツの景気回復の足取りが依然として弱いことを示唆しており、市場の懸念材料となっています。個別株の動きでは、トランプ大統領が NATO 加盟国は領空を侵犯したロシアの軍用機を撃墜すべきだと述べ、ウクライナ情勢に対してより強硬な姿勢を示したことが、市場に大きなインパクトを与えました。これを受けて、ドイツのラインメタルやヘンソルト、スウェーデンのサーブ、イギリスの BAE システムズといった欧州の防衛関連株が軒並み 4% を超える大幅な上昇となりました。また、米国が EU からの輸入車に対する関税を引き下げると正式に発表したことを受け、BMW やメルセデス・ベンツグループといったドイツの自動車メーカーの株価も堅調に推移しました。そして、アジア市場ですが、前日の米国株のラリーが一服したことを受けて、総じて難聴な展開となりました。日本の日経平均株価がマイナス 0.4% 下落したほか、韓国のコスピはマイナス 1.1% と、主要な市場で売りが優勢でした。その一方で、中国市場は逆行高となりました。香港のハンセン指数はプラス 0.6%、上海総合指数はプラス 0.2% と、それぞれ上昇しました。これは、アリババが AI への投資を大幅に拡大する計画を発表したことが好感され、中国最大の半導体ファウンドリである SMIC や、ホワホンセミコンダクターといった香港上場の半導体関連株が釣れ高となったことが背景にあります。また、地政学的な動きとして、台湾が半導体分野での優位性を外交上の切り札として活用し、南アフリカへの半導体輸出を制限したことが報じられました。これは、世界の半導体サプライチェーンにおける台湾の支配的な地位が、
経済だけでなく外交にも影響を及ぼすことを示す事例であり、今後の国際関係に新たな変動要因をもたらす可能性があります。それでは、まとめに入りたいと思います。昨日の米国株式市場は、好調な経済指標が逆説的に金融引き締め長期化懸念を招き、主要指数が続落する展開となりました。長期金利の上昇とドル高が相場の重しとなって、これまで市場を牽引してきたハイテク株などが利益確定売りに押された一方で、決算内容が評価された企業や政府の産業政策に関連するニュースが出た銘柄は逆行高となるなど、物色の方向性は分かれています。市場のセンチメント自体は強欲の領域にあり、過度な悲観には至っていませんが、金曜日に発表される PCE 物価指数を前に、今後の金融政策の方向性を見極めたいとする様子見ムードも感じられます。以上、昨日9月24日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。